おはようございます。画家の小木曽です。第93回の2好評を始めたいと思います。ちょっとやめようか先じゃないですけど一応100回以降もちょっと続けていこうと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。もう飽きたのかなと本当思ってたんですけど、あと旅にもなかなか行けないので、もしかして今週休ませてくださいという回とかも出てくるかもしれませんけども、でもそれ言うとあれなんですよね。例えば防犯上良くないじゃないですか。あ、こいつ旅行行っとんなっていうのがバレてしまうじゃないですか。っていうのができないなっていうのを思ったら、やっぱこれ難しいなとかいろんなことを考えてしまったんですね。で、もう一つ実はですね、もう鬼好評ではなくて、公募展にしようかなと思ったんですよ。月1回ぐらい、こういうお題でどうですかみたいな本当に大きなテーマで愛っていう、課題かもしれません。異国についてとかですね。なんかそんなのを例えば6号以内のサイズでとか、なんかそんなんしようかなとかいろいろ考えたんですよ。で、そういうのもあったんですけども、皆さんの日常になっているということなので、もうちょっと続けていこうかなと思います。で、変更点はまず一つは時間ですね。すみません。金曜日の18時から金曜日の23時59分、金曜日の18時から6時間ですかね。18時から6時間、夕方6時からですね、よろしくお願いいたします。日本時間でよろしくお願いいたします。土曜日、そしたら遊びに行けます。で、今深夜2時ですね。2時ちょっと前なんですけども、5分前なんですけども、あと、もう一つ、もしかして、もう可能な限り皆様の中で、自制をしていただければ助かるんですけども、2週間に1回程度ぐらい、多くて2週間に1回程度ぐらいにしてもらえたら、私としてはもしかして数も減りますので、ちょっと助かるのかなという気がいたします。で、この鬼好評というのは、こちらの方をずっと出てますか。私が適当に公募展とかの審査をした時にこんな風に思ってますよとかっていうのが出てしまったという企画でございますので、適当に流してみていただければと思います。いろいろ考えてますね。なんか企画考えるのが好きなんで、5ヶ月もやると若干僕が飽きてくるんですけど、皆さん飽きてないんですね。はい、じゃあ行きます。はい、早速こちらの作品なんですけども、そう、その募集の中にですね、言うの忘れて、ずっと言うの忘れてたんですけど、ヌードってね、結構ね、この YouTube どんどん厳しくなっていて、デッサンでこのレベルだとどうかわかんないですけど、私自身ですね、実は過去にいくつか動画を削除しているものがありまして、でそれっていうのはイエローカード程度なんですけども、なんかね出るんですよ。黄色くなるんですよ。パソコン上でしか見れないんですけどね。めったにパソコン上でそれ YouTube スタジオっていうやつなんですけど見ないんですけども、それが何個か出たことがあって、それが全部そのヌードの作品を載せていたものでも、例えば突端部分ですね突端部分とかは書いてないんですよ。でそれでもグレーということで、イエローカードが出ていたので、もう動画自体を削除してしまっているんですよ。だからそういえば言うの忘れてたなと思ってたんですけど、そのヌードの作品はもう極力、今回すみません、勝手にモザイクをかけさせてもらったんですけども、動画全部を削除しなきゃいけなくなってしまいますので、他の人とかの作品もありますので、こういう形を取らせていただきました。これでも分かんないんですよ。本当にもう結構僕の中では全然問題なく、おそらく昨年の5月か6月ぐらいに上げていて、制作途中でうずくまってる女性の絵で、確かにあの動画ないなと思ってる人いるかもしれませんけども、そういった意味もあってそれ削除したんですね。だからその辺はすごくYouTube さんも厳しくなっておりますので、ちょっとヌードの作品は全体的に、ご遠慮いただければなと思います。あとやっぱりですね、非常にたくさん、先ほどちらっとここになんか書いてあったと思うんですけども、なんとなく愛でなんとかなるって書いてますけども、やっぱり毎週送ることが目的になっている方がいて、一回ね、そういう方はね、
愛がない絵に見えてしまうというところが私には感じているので、3名ぐらい今回はもう自主的に私の方で初めから削除させていただきました。でこの方は初めてということなんでちょっと見させていただきますけども、江東区の方でデッサンで描いた制作時間4時間。この方まだそんな年若いですね。絵画教室や芸大公開講座等で、版画とかを絵を学んでおりますということで、ジェストを塗ったベニヤ板、チャコペン、色鉛筆、アクリル、スタンプ、上の方スタンプですね。動画視聴記念、1周年記念。ですね、ベニヤ板、ラワンはやめた方がいいですよ。もうそれの木目がすごい立ち上がっているので、多分これラワンだと思います。で、ジェスを塗るときも、粗いです。すごく汚いです。可能なら綺麗に塗られた方がいいと思いますし、すごい、綺麗に塗るか、そのマチエールを生かして描くかという感じかなと思います。はっきり言ってしまいますと、これぐらいやったら僕やったら20分で描けるなって感じ、4時間で描いたって書いてありますけども、やっぱここ送るんやったらもっとしっかりやって送られてみてはどうですか。これだけ画材使われている割には案外仕事が粗末やなっていう気がします。なんかこう試行錯誤したプロセスみたいなのがもう少し見えて来ないと厳しいと思いますよ。多分、プロとしてやっていきたいのかどうか分かりませんし、年齢的に若いので、一点一点をどれだけこう集中してやれるか、なんか技術的には少し知っているのかもしれませんけども、このぐらいのレベルやったらば、うちの学生さん全員書けます。ということは美大生の約7割が書けると思ってもらったらいいかなと思います。全国には美大生って 1年間でだいたい僕の想像だと東京だけで約油絵科だけでも2000人近くいるんじゃないかなと、全国で5000人近くはいるんじゃないかなと思います。のうちの7割やから3500人ぐらいは書けるんじゃないかな、かける4やから1万2000人ぐらい書けんちゃうかなぐらいに思ってしまいますので、本当プロになりたいんやったらもう徹底的にちょっと私なんかもこう動画の中でいろんな画材を使ったデッサンの描き方みたいなのも上げてますので、そういうのも参考にしてみてください。次いきます。こちらの作品です。初めての投稿、この方のですね、いつも鬼好評楽しみにしてます。76歳男性の方です。大阪の町ですね。桑田さんの出身の町でございます。私の大好きなジャイアンツ。で、この方写真も送ってきましたけど、写真はいりませんよ。皆さん1枚だけ、作品1枚でお願いいたします。これは画材は油絵ということで、10号の作品だそうです。桜の並木の絵でね、悪い絵じゃないと思うんですけども、この動画僕なんでやめようかなと思ったっていうと、同じことばっかり言ってるからなんですよ。多分皆さん見返したら同じようなことまた言うとるぞっていう話だと思うんですけども、色彩派に行きたいのか写実派に行きたいのかでまず選ばれたらいいんじゃないかなっていうことを言ってるんですけども、この方はどっちかというと色彩派の方に行かれた方がいいかなっていう気がいたします。写実的に描くような感じではなくて、でそうなってくるとどっちかというと明るい色の描き方みたいなのはそんな悪くないんですけども、暗い色の描き方なんですよ。で暗い色の中の微妙な色の描き分けみたいなのを、印象派みたいなのを参考に描かれてみてはどうかなという気がいたします。どうしても暗い色がずーんと沈んでしまっているので、それでこう色のコントラストみたいなのついているんですけども、写実的に描きたいという感じかもしれませんが、この筆致の使い方とかを見ていると、ちょっとどちらかと色彩の方でいった方が、活路は見出せるのかなという気がいたします。そういった動画も上げてますので、参考に見られてみたら、印象派風に描いてみたとか、そういうのも皆さんのためにそういうのを上げております。だからその辺がこう写真を送ってきて多分見せているということは、写真通り描けたんじゃないですか、いかがですかということかもしれませんが、
そこは目指さない方がいいと思います。はっきり言ってしまうとそこまでできる技量があるとは思えませんし、この年齢からそこを目指すよりはどちらかというと、色とかで楽しんでいく方向に持っていった方がいいんじゃないかなと思います。次の作品いきます。こちらです。初めての人スペシャル。ちょっと文章が長かったです。子供たちが自立したのを機に1年前からカルチャー教室で水彩画を習っていますと。いつもゴシゴシ消したり描いたりで紙が大変なことになるので、いつかは線や色が一発で決まり、道端でかっこよくスケッチできる。いいですね。確かにね。また他の画材も挑戦していきたいと思ってます。題材としてはありふれた路地。こういう感じでいいと思う。昭和の物件が大好きですということで、今回の作品は先日たまたま車で通った道に、素焼きの植木鉢の製造工場を露天に積み重ねた鉢と割れた瓦礫の山が素敵だなと思い何度か通って描きましたということで、四国の方でございますね。ですね、大変ですけどこういう例えば道端でささっと描いてみることをやってみたいという方はまずやった方が僕はいいと思っているんですよ。なぜかというと書けないからです。で、例えば時間決めてみて1時間やったら1時間2時間やったら2時間って決めてみられたらいいと思うんですけども、どうしても写真やったら平面から平面に写してしまうんですけども、現場に行ったら案外バンと光が見えてくるとか影が見えてくるとかっていう大きい作りっていうのがガンガンガンと見えてくることがあるんですよ。でもそれを描くのってすっごい難しいんですけども、それをまず写真を撮ってそこから自分の中で再構築して描くというよりは、案外早いうちにそれを経験されてみて、光がこっちから来ててどれぐらい後にどれぐらいの光になるかなっていうのが想像つくようになってきて、じゃあこの時間ぐらいでやらんとって思って描いてみたら案外失敗する。で案外失敗することによって、じゃあ次はどういう風な下地の色を作っていったらいいかなとか、どれぐらいの刷毛の大きさのやつを作っていったらいいかなとかって、案外一発で決めるということに慣れていくもんなんですよ。でこれを見ると多分ある程度曇りかなんかの光のない状態の時に写真を撮って、ある程度影の中も微妙に見えて暗い明るいところというのもある程度見えてという状態やったから、全体がまぶすようになってしまったというところがあるのかもしれません。私の推測でございますけども、1年ほどやってらっしゃるならもう勇気を出してやられてみてはどうでしょうか。ちょっと勇気がないなと思ったら、若干人気のないところに、ちょっとお父さん私を連れて行ってとか言ってですね人気のないお父さんは車の中でなんか麻雀ゲームでもスマホでやってればいいんじゃないですか。ちょっと1時間ぐらい書いてみようという勇気を出されてみると、光の中でパッと森の中で影が落ちて葉っぱローラルチュしてとかっていうのとかを実際の実体験としてされてみたら、すごくガラッと変わることがありますよ。だから写真の色を写さないと、形を写さないとではなくて、その現場の形は悪くても光を今回捉えてあげるんだぞとか、新緑の美しさが綺麗だったんだぞとかですね、何かしら違ったことを言葉にテーマにできてくると思いますので、上手に書こうというよりはその時の何かを捉えようという訓練をされていった方が多分早いなと思います。次いきます。こちらです。素人です。10万個ついてますね。が10万個。じゃあ今から10万回言いますね。はい、F4 号です。多分透明水彩です。伏見の何かの工場に並んでいる単なる缶です。左上のシャッターみたいなのは最悪ですがよろしくお願いします。何かすごいですね。句読点丸がないからどこで文章を切ればいいのかわからないですね。面白い。丸がないんですね。確かにど素人さん感があるんですけども、着眼点は面白いんですけどね。なんかね、書こうとしてるところ面白いんですけど、4号ぐらいの作品で、この感じということは4号でいいと思うんですけども、本当にね、さっきちらちら見えてると思いますけど、大体愛でなんとかなると思うんですよ。本当に。で大体その雑と大胆の違いみたいなのっていうのは、大胆なのは愛がある、雑なのは愛がない。
この方も一つ一つに一個一個愛を持ってみてください。例えば文章を送るときに、私はこの方の恋人ではありませんが、恋人にメールを打つという気分でメールをしてみてください。そうすると丸とかつけますよね。だいたい F4 号っていうことはちゃんと F4 だったら F4 っていう風に、多分恋人には送ると思うんですね。私は単なるとっちゃんうさいおさんやなと思ってメールを送ってはるんやなっていう気がします。で、実はそれが作品にもやっぱり出てます。で、例えばここの黄色い斜めに走ってるビューっとしてるのも、ここには僕と多分この方愛をあんま感じていなかったのに、そこにあったから書きましたっていう感じがするんですね。電柱のところからなんかビューっと出てるようななんかでしょ、よく知りませんけども。でも見る人はこれ分からないじゃないですか。この黄色いのなんぞやっていう話になってきますけども、そのせっかくこのドラム缶の錆びてる感じで上のこうなんかなんかの工場、僕やったらなんかの工場このカンカンの中まで見てしまいますけどね、そーっとね。でなんか廃油、捨てる油かなんかのものを外に置いてはるのか何か分かりませんけども、それが錆びていて今にも染み出てくるかもしれないという緊張感みたいなのがたったこのレンガ1個で、置かれてどうなっているんだとかっていうことに愛情を注ぐためにこの黄色いのをもう削除してあげるとか、なんかこう後ろのせっかくこう面白いいい感じの壁やのに、なんかこうそこのところに何かをこう愛を持って感じているかっていうと感じていないという感じがしたりとかするんですよ。で、素人の方ってどっちかっちゅうとやっぱりそういうところまで踏み込んで物事を考えれないというか、やっぱり、色を置いていく色遊びをしてしまうということが多くなってしまいますので、そういうところに自分の中で一つ一つ物語をつけて、このカンカンでも一番右の方はじゃあ天ぷら油が入っていますとか、2番目はなんか車の工場から出てきたエンジンオイルの廃油が入っていますとか、勝手にストーリー作っていってあげたりすると案外面白くなっていったりしませんかね。これは20年ものの油でどう捨てればいいのか困っていますとか、なんかそんなことを言いながら絵に描いてみられてみてはいかがでしょうか。はい、次いきます。こちらの作品です。これはなかなかの力作ですね。うわーと思って、この人はと思って初め見たんですけども、なんかこう20代の頃建築パーツを何度か描いたことがありますという74歳のお兄様ですということで、その後機会がなく定年後に水彩画を描き始めましたと。アクリルや日本画も習いましたが基礎ができていないので途中で行き詰まることたびたびですと。だからなんですね。タイル割り図を苦労していたことを思い出しながら、レンガの目地をマスキングした、今月末にグループ展に出品する予定ですということで、いや70をいくつの方で素晴らしいですね。ペンも併用されてマスキング液も使われて、で建築をされていたという、やっぱ建築されていた方ってやっぱりすごくこう上手ですね。パースとかCAD とかを使われ、もうこの年の方やったら使ってないのかな。うちの袋もなんか一時 CAD 使ってたり、 CAD の安っぽいソフトとかで僕も遊んでみたり、今自分の住んでる家なんか自分でこう手書きでデッサン書いて、それで家建てたんですけど、私なんかもすごく色使いとかもすごい綺麗でいいですよ。だからこの方に関してはもう振り切る方がいいんです。もう言うてしまえば日本画的な水彩画を描いてあげようという風にしてあげて、写実的に描くというよりは平面的に描いてあげて、これだけやっぱりこうデッサン的な部分もあるし、絵の具の使い方も上手ですので、あとはいろんな着眼点の面白さみたいなものとかを、これすごく面白いと思いますので、ここの場所ね、そういうところで陰影とかほとんどつけてないのは日本画的な要因がありますよね。そういった方向で攻めていけばいいんじゃないでしょうか。もうちょっとこう高いところを目指していくとなると、絵の具のマチエールとか絵肌とかっていうことに少しこだわりを持っていかれてみたりすると、アクリル絵の具をちょっと使ってみようかなとか、それでちょっと日本画的に描いてみようかなとかってなると、バンバンとグレードが上がってきて絵の品格も上がってくるような気がいたします。非常にいい作品だと思いますので、この調子で頑張ってください。メールは1回でよろしくお願いいたしますね。70をいくつの方とかにでも僕は言いますよ。はい、こちらの作品です。
これは玉ねぎを描いた作品ですね。子育ても一段落して、つつある今日この頃。私と同い年だ。いい羨ましい話です。私なんかあと20年ですよ。本当に、今年4月から水彩が始めましたと。新潟の方ですかね。5月中旬頃が新玉の時期です。美味しいですよね、新玉ね。本当になんか佐賀は白石町っていうところが玉ねぎがすごく有名で、そこはもともと干拓地で、地中掘っていくと海水なので、その海水のミネラル分なのか何なのかすごく甘いんですよ。本当になんか結構有名で、本当に生で食べても甘いような新玉ねぎがあります。ゆくゆくは公募展などに、参加したいと考えています。初めてですがビシビシ、厳しく好評お願いします。よろしくお願いします。目指すところは水彩の先生ということで、すごく丁寧でお上手でいいなと思います。4月頃から今年の4月か、まだじゃあ2ヶ月ね、ぐらいということで、非常に色の使い方、形、デッサン的なところに関しては非常に悪くはないかなというふうに思います。もっともっと高いところを目指していこうと思われるなら、これ紙が多分わかんないですけど、ちょっと波打ってる感じがあるので、どういう紙を使われているか、例えば本気でやっていきたいと思ったら水張りをしてみるとか、なんであるとかっていうことで、あまり波が打たない状態にしてあげた方がいいかなというふうに思います。あとはもうとにかく絵の具遊びを一回してみる会を作ってみられてはどうでしょうか。例えばジェッソとかアクリル絵の具かなんかでバーとかってスパッタリングしてバーンとかって言って、そこに透明水彩の偶然性みたいなのを活かしながら最終的には形を出していくとかっていうことであるとか、2ヶ月ぐらいしてきてある程度丁寧に描いていくというプロセスを踏んできて、この絵に関しては今のプロセスの段階ではそんなに言うことはないんですが、絵としては正直全然面白くないじゃないですか。ただ写生的なスケッチ的な感じがするので、じゃあちょっと絵画として、作品として成り立たせていきたいと思った時には、ちょっと絵の具の遊びであるとか、自分が思っていないような色とかを置いてみるとかっていうアクティブなチャレンジをされてみてはどうでしょうか。構図なんか一つでも、例えば何号か書いてたかな、書いてない、10号のスケッチブックというとどのぐらいやろな、画角的にもうほんとこのぐらいかな。10号に玉ねぎがだから1個このぐらいってことでしょ。おじさんの顔ぐらいあるっていうことですかね。結構でかくないですか。で、僕やったらもっと周りのに物とかも置けるし、周りに例えば布を引いてみようかなとか、それによってなんかこれをそのまま描くのも難しいから、なんか絵の具の遊びしてみようかなとか、なんか次のステップの言葉が出てくると思います。10号の作品にしてはちょっと寂しい。サムホールぐらいかなとふと思ったんですよ。3号かサムホールぐらいかなっていう、3号って言ったらこれぐらいですね。サムホールって言ったらこれぐらいですね。15やったら本当にまさにこれぐらいやったらば、それに玉ねぎがこんな書いてあったらもっともっと遊べますんで、ぜひ遊んだ作品を送ってきてみてください。はい、次の作品です。こちらです。はじめましてと、70代の女性ですと、いつも勉強させていただいてます。もう少し上達してからと思っていましたが、動画が終わらないことになりました。すみません。終わらない詐欺でございます。大変と思って、終わってしまっては大変と思って、出させていただきました。お手柔らかにお願いしますということで、優しくいきましょう。 F6 号、三重県の小さな滝だそうです。そうですか。悪くはないですね。スパッタリングはふわっと飛び散ってますけど、できるだけ飛ばしたいところに集中的にビュッと飛ばしてあげるといいと思いますよ。で、滝って難しいですよね。面白いですしね。6号って書いてた。6号の透明水彩。一個一個まずプロセスをすごいしっかり決めてあげてみてください。まず今は下地ですって言うたら、じゃあ下地、上に塗る絵の色がこんな感じにしたいから、じゃあちょっと例えば紫っぽく塗ってみようかなとか、茶色っぽく塗ってみようかなと。で、初心者の方とかの難しいところは、完成のイメージというのがやっぱりおぼろげなんですよ。で、よく学生とかにも、学生なんか言うんですね。どんな絵描きたいのって、こんなイメージでって言うんですよ。
あなたの頭の中のことを私は知りませんよってよく言うんですけども、そこをなるべく具現化して具体化してあげてからスタートしていった方がいいんですね。でそのためにはいろんな作家さんとかを知るということが大事ですよということを言っていたり、なるべく例えば色が画面全体で例えば青っぽくしようとかこうしようとか、すごく柔らかい感じで描こうとか、でももうそれをなるべく具体化していってあげると。そういうことをしてあげたりすると、そのプロセスをどういうふうに踏んでいこうかなっていうことを次想像するようになっていくじゃないですか。でそういうことをしていくと、ちょっとだから影の部分とかすごく一生懸命書き込んではいるんですが、もう一歩二歩手前で、終わるところがあってもいいし、逆にすごくググッと締め込んでいくところがあってもいいんですね。すごく曖昧ですけども。で、例えば最後のスパッタリングっていうのはどういうふうに、飛ばしてあげようかなっていうこととか、どの場所に、水しぶきが中心に、なってるかなとかっていうのも自分の中で想像ができると思うんですね。でそういう本当にプロセスを3段階ぐらい大きく分けてあげるということをされてみてはいかがでしょうか。そういうところからもっともっと綺麗な色の部分とかっていうのも塗り残ってきたりとかもしますので、そのあたりをちょっと注意されてやってみていただいたらいいかなと思います。また楽しみに待っております。ここもいいとこですね、三重の。本当高校生の時にここになんかスケッチ合宿みたいな行った時の記憶は今もはっきりと肌で覚えてます。でそこで海を描いたんですが、描いた絵の内容よりもそこの潮風とか、伊勢志摩あたりですかね、真珠を売ってる露店みたいなのがもう30年ぐらい前の話なんですけど、それは今も覚えてます。だから絵を描くってそういうことなんやろうなっていう、なんか原風景の場所ですので、いつかまた機会があったら行きたいなと思います。次の作品です。こちらです。これはちょっと惜しい。もっと見たかった画像がちょっと荒いな。2018年の10月に、ツアーで行ったということで、千年の大土地という木、ですか。塩尻市っていうとこですか。山の中腹に立っており、正面から根回りを回った時にその迫力を姿に感動してシャッターをしましたということで、丸マンのドローイングブック、厚さがなんとかって書いてますね。6号ホルベイン、白のジェストで下地を塗ってモデリングペーストで盛り上げて、紙に結構ゴテゴテ乗せたってことですかね。ダーマトグラフなどで加湿しましたと。これはちょっとわからん。どういうこの木目ってモデリングペーストみたいなのでゴテゴテしてあるんですか。わからないぞ。どんな絵肌なんだ。すみません、ごめんなさい。すごいいい感じなんですけどね。迫力のあってマチエルも綺麗なような感じがして、これは難しいぞ。どれくらい絵の具が厚くなっているんだ。すみません。また機会があったら送ってください。すごい構図とかもいいと思いますよ。色とかもすごい綺麗ですし、なんかマチエルもいい雰囲気です。逆にアラを探すのにはこの画像からはなかなか判別ができないというのが率直な感想ですね。本当作家としてやっていかれたいんだったら紙とかじゃない方がいいのかもしれませんね。今のこれぐらいなんかゴテゴテ載せているような雰囲気の作品だったらば、ダーマトグラフとかで、光などを加湿しましたということなので、いろんな色がチラチラ見えてるのがダーマトグラフで描いてるんですか、それとも黒いところですか、黒を使ったんですか。ダーマトグラフっていうのもいろんな種類ありますのでね、ダーマトグラフっていう、ざっくり言ってしまうとクレヨンのもっと鉛筆に近い版みたいに思ってもらったらいいかなと思います。皆様もなんかネットとかで売ってますので、ダーマトグラフ、6色セットか9色セットぐらいで1本100円か150円か知りませんけど1500円ぐらいで売ってたような気がしますので、そういったものを、要は水性の上に今度油性のもので描いたらそれはそれで弾くような効果とか出るじゃないですか。だから皆さんもこういうの併用されてみても面白いかもしれませんよね。
すみません、そんなとこで。次はこちらです。こちらの作品。はじめまして、趣味で水彩画を描いています。人物画が好きです。でも花とか風景は教室で描きますが、人物は我流です。水彩の色の濃さが分かりません。教えてください。知りません。水彩の色の濃さが分かりませんってどういうことですかね。水彩の色の濃さが分かりません。教えてくださいって書いてます。どういうことだ。年齢とかも書いてないんですけどね。水彩の濃さ。だからこのぐらいでいいと思いますよ。それはもう皆様が目指す方向によりけりなので、私は比較的濃く描くタイプですけどね。例えば岩崎千尋さんみたいにふわーっと柔らかく描きたいというならば、その人はそういう風に描けばいいし、その水彩の鮮やかさみたいなものの問題になってくると、おそらく顔料がいい、顔料濃度が高いものというのは色が濃くなるはずです。一方顔料濃度というのが濃くないというか、例えばなんていうんですか、ワンコインで買えるようななんとかショップみたいなところに売ってるような水彩絵の具とかっていうのは炭酸カルシウムと呼ばれるものがたっぷり入っていて、炭酸カルシウムというのは貝殻、牡蠣の貝殻とかをぐる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 すりつぶして、要は増量したもので、顔料と呼ばれるものに対して炭酸カルシウムがドンと入ってたりして、色が悪くなっていたりするので、色は悪くなるということです。ここになんか顔料がありました。ウルトラマリンブルーというものですね。粉状の状態のウルトラマリンブルーっていうのすごく綺麗なんですよ。でもこれが油絵の具とかになってくると濡れ色になってくるので、もっともっと深い色になってきますよね。で、例えば天ぷら絵の具とかで描いたりすると、この色に近い状態のものというのが出てきます。で、安い例えば対策用絵の具とかいったものとかっていうのは、これに炭酸カルシウムがドバーッと入ってます。ドバーッとだけ言っときますね。でちょっとそこの辺がちょっと言葉がちょっと僕分かりにくかったんで、水彩の色の濃さが分かりませんと。で肌の色とかもすごい綺麗ですよ。サイズはどれくらいでしょうかね。悪くないと思うんで、作品として成立させてみてはどうでしょうか。これ怖いですよね。どれぐらいの年齢の方に僕は話しかけてるのかよく分かりませんけども、色使いもすごい綺麗で柔らかくていいなと思うんですけども、ちょっとこうなんていうか、ちゃちゃっと終わったスケッチで終わってしまってるんですけど、岩崎千尋さんあたりみたいにそこで世界観を作ってみようとか、この子供が何かをしようとしている瞬間を捉えたとかっていう風になればいいんですけど、なんか手から黒いニョキッと棒が2本出ているぞ、これは何ぞやわからんぞっていう感じがしますので、そういうところで世界観みたいなものをちょっと作られてみてはいかがでしょうか。あと何枚かな。もう2枚ぐらいですかね。こちらの作品です。初めは11枚ぐらいありましたかね。初めて鬼好評に送らせていただきます。私は風景画を描いていて、将来は写実的な風景を描けるようになりたいと思ってますと。お若いですね。34歳、愛知の方と。長野県の湖を昨年描きましたと。鬼好評ですが、作品に対しての小木曽先生率直なご意見が勉強になるので、これからも続けてもらえると。深夜2時25分ですよ。まあ続けていこうと思いますけどね。皆様いい作品を送ってください。荒れた作品を送ってき続けられるとイラッとするので、その辺はもう削除していこうと今後思います。申し訳ございません。写実的な絵を描きたい割にはですね、初めにマチエールつけているので、そのマチエールが邪魔してしまっているというか、大畑先生って大畑俊弘先生ですかなんかはマチエールを相当つけたりなんかしながらその上に描いていったりするんですけども、もしつけられるならばちゃんと目的を持って、空のところはあまりつけないぞとか、葉っぱのところはつけてあげるぞとか、もう大畑先生なんかやったらばそこにあるものとかを実際にそこに貼り付けたりとかしてマチエールとかをつけていかれるということをね、言われています。で、これ何号10号という感じで、少しこのざらついてるの、多分これはサンドマチエル的な何かがくっついているのかなというふうに思います。
あとプラスアルファ、これ34歳の人はおっさん臭い絵描いてますなんかもうちょっと若々しい絵描いてほしいなっていう気がしますね。別にここ描いてもいいんですけど、後ろのこのなんかホテルみたいないりますかね。これかっこいいですか。こう例えばこれ桟橋というか、こうなんか海か湖かなんかのここのビューッと真ん中走ってる、こういうのいいんですか。僕なんか全然かっこいいと思わないですけど、例えばこの木かなんか白樺っぽい木かなんかに光ボーンと当たってる、もうこれだけで十分絵になる気がするんですよ。なんかこういう場面描写みたいなことをせんでも、もっともっとこの白樺と水との部分だけに迫真に迫っていくぐらいの作品でも十分な気がするんですけどね。そのかっこよさとか自分の着眼点とかっていうのはある程度センスやと思うんですけども、センスってどうしてもこういろんなものを見たりとか磨いていけばなんとかなるもんやと僕は思ってます。まあだからおっさん臭いって言うて失礼、34歳なんですよね。34歳ぐらいの時ってもっともっと尖ってていいんじゃかなっていう気がしますんで、技術的なことはちょっとマチエルに関しては少し初めからこう計画的にやられてみてはどうでしょうかっていうことと、画題としてこれもう完全俺なんかもう右端の方全部ブザーッと切ってしまいますけどね。もうそれで十分絵になるのにな、右の方とかになんかね、おっさん臭さが出てしまってるというか、もうあまりにもこう素朴すぎるというか、超スタンダードすぎるような構図を選択していることがね、中学生ぐらいの男子ってなんかすごい格好するじゃないですか。流行ってるものだけでこうコーディネートするから、上も派手下も派手とかで、丸坊主のくせにド派手な帽子みたいな、もうなんじゃその格好っていうのは佐賀県には中学生たちいます。夢タウン佐賀とかに行くと僕は心でクスクス笑ってるんですね。集団でみんな同じような格好してたりするじゃないですか。あれってやっぱりこうなんていうか自分に何が似合うとかも考えないしね、そういうこう流行ってるものだけを身につけてれば俺イケてるでしょ的な雰囲気なんでしょうけど、ちょっとそのあたりはぜひ注意してやられてみてください。最後かな、こちらの作品です。はじめまして、出来たてほやほやを送りますということで初めての提出です。私の若い時の写真を使って、わあ素晴らしいですね。あの方みたいですね。八千草薫さんですか。八千草薫さんみたいな感じですね。綺麗な方でございますね。私は60代ですが、自画像ですか。ディティールのない写真だったんで苦労しましたが、若い時の絵を1枚描いておきたかったのが理由です。私は60代なんですが、今の自分を描く勇気はまだ出ておりませんと。もっとシワシワになったら描くかもしれませんと。ダヴィンチェ・フェルメルトーンの絵が好きなので、古典技法を使ってみようと思い、私のやり方を参考にしながら描いてみました。ガチに詰めていくと根気がない私には足りないことが分かりました。なので次は一発書きでやってみようかなと思っています。ゴッホ、モネ、マチスも好きです。私のように上手くなっていい絵を描きたいのでよろしくお願いしますということで、アメリカ在住の方ですかね。35センチ ×28 センチ。わあ素晴らしい作品だと思いますよ。いいですね。非常によく描けていると思います。いいじゃないですかね。よく描けてますね。柔らかく描いているところなんかも非常に素晴らしいなと思います。キャンバスに何か一層絵の具かなんかを色かなんかを塗って始められてもよかったのかな、塗っていたのかな、ちょっと赤っぽい色のようなものも見えますけども、で人間の肌の色みたいなのの中にもっと微妙な色を感じれるようになってくるともっといいですよね。写真の難しいところでしょうけども、写真ってどうしてもそのあたりでなかなか出にくいところがあって、写真見ながらですね、例えば影の色なんていうのは白い洋服が少し映り込んでいたりとか、なんか下のものが映り込んでいたりとか実際問題はするんですけども、写真だとどうしても赤がちょっと強く出てきて、映ってしまったりとか、個々の色がそれぞれが主張して映ってくるんですね。だからその他の関係みたいなもので色が見えてくるということがあまりないんですよ。
そういったところが本当に微妙にこう出てくるともっといいと思いますし、一発書きという感じ、例えばグリザ油とかちょっとこう単色かなんかで、もう少し絵の具の絵肌みたいなのをつけられてみて、もういいのかなと思います。私がよくやってるスタンドオイルと呼ばれる粘着性の高いピューッとこう糸引くような絵の具みたいなものと白を混ぜ合わせてネトーっとしたような白とかを使って描いてみたりして、本当にこう画面の乾かないうちにベッてのしてぐちゅぐちゅぐちゅって絵の具で遊んでみてぐちゅぐちゅってマチエルっていうかテクスチャーをつけてあげて、それにグレーズとか指ですり込んでみるとかスカンブルとか半透明ぐらいの色をかけて指ですり込んでみるとかいろんなことちょっとそういうことを試されて、どっちかというと一発で描きというよりは絵の具のマチエルみたいなのを少しこう遊ばれるっていう方向にやっていったらもっともっと良くなりそうな気がします。この方才能あるかもしれませんよ。才能ありですということで、第94回はこれいいのかな、以上でございます。こういう風にこうメモしてるんですね。はい、以上です。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。